スイフトスポーツが納車されてからもう5年が経ちまして、最近2回目の車検を通したんですが、やっぱり5年も乗ってるとさすがに見た目に飽きてきたので、そろそろ見た目を変えたいなと思い、これ取り付けました。鈴木純正のサイドアンダースポイラーですね。僕がスイスポ買った当時は2019年で、この純正オプションはなかったんですが、新潟から導入されたものになります。まあスイスポ乗ってる方なら分かってくれると思いますが、この車のミ塗装樹脂が経年劣化でだいぶ白く劣化して見た目が汚くなるんですよね。納車した当時は綺麗でも1年もすればだいぶ汚くなってコーティングで保護しとかないとかなり劣化してしまい、完全に劣化すると何しても元に戻らないので、最近ではこういうミ塗装樹脂の上から貼り付けるパーツがセカンドステージというスズキと同じ浜松のメーカーから発売されてまして、このボディの横に大量にあるミ塗装樹脂の上から貼り付けて劣化したミ塗装樹脂を完全に見えなくするかなりいいパーツがあります。オフ会行ってもそれつけてる人めっちゃ多いので、ほとんどのスイスポオーナーはミ塗装樹脂の劣化に悩んでいます。そして今回付けた鈴木純正オプション、これのいいところが何よりもコスパ最強なところ。社外メーカーのサイドスカートはだいたい上から被せるものが多いんですが、さすがの鈴木純正、これは素手についてるミ塗装のサイドスカートを丸ごと外して本付け交換できるもの。エアロパーツ買う時に絶対に気にした方がいいチリがガバガバ問題も純正なので心配ゼロ。完全に綺麗に取り付けできてチリが合わないリスクがゼロです。これが純正サイドなんですが、フィッティングが完璧ですね。変な隙間とかゼロです。これ意外と知らない人いますが、社外エアロってフィッティングが悪いことがあって、メーカーは買う前に加工なしで塗装するだけでポン付けできます、フィッティングは完璧ですとか営業トークかけてくるけど、僕は過去にその営業トークに騙されて粗大ゴミを買わされて、結局その買ったリアウィングの塗装と取り付け、その取り付けたゴミを外す工事、純正ウィングに穴を開けて取り付けタイプだったので、綺麗に元通りにするために純正のリアウィングを買い直してまた取り付けたせいで、全部で20万円以上無駄にお金を払った一生のトラウマがあります。これ僕だけじゃなく、そのロットに当たった人全員が製造段階からの不具合品を買わされて、返品も返金も交換もなかったので泣き寝入りしたくっそだるい出来事があったんですが、純正パーツだとそういうフィッティング問題を考えなくて OK なので、誰に対してもお勧めできます。ちなみにスズキのカタログが見えにくいのがあかんと思うんですが、純正サイドめっちゃ立体的で、ここの横のところ両端が盛り上がってて、純正のミ塗装サイドに比べると全体的に迫力が出るというか、だいぶええ感じの見た目になります。ミ塗装に比べてもかなり立体的になるんですよね。またカタログでは見えないんですけど、パーツの上の方にゴムのラインが貼ってあって、そこが黒くなってることで若干ツートンみたいになってるのもあって、個人的に馬力に入ってます。また何より純正をおすすめする理由がコスパ最強なところですね。スイフトスポーツサイドスカートで検索すると、だいぶ見た目がよろしいサイドのパーツいろいろなメーカーからめっちゃ出てますが、全部まあまあな値段します。まあ車のエアロって大きくなればなるほど高いのでしゃあない感じはしますが、普通にパーツ代金だけで10万円とかするエアロも売ってます。さらに社外エアロの場合、パーツ代金の他にほとんどが色塗られてないので、そこに塗装代金かかってきます。僕がつけているトラストのリップ、これパーツ代金は2万円ぐらいでめっちゃ安いんですが、これの塗装代金が約3万円だったので、パーツ代金より塗装と取り付け費用が高くなることが多いです。サイドアンダースポイラーとなると、そもそもがリップよりも大きいし、両サイド2本とも塗らんとあかんので、塗装代金はまあまあ高くなると思います。もし社外のサイドつけてて塗装代金知ってる方いれば、ぜひコメントで何ぼしたか教えてください。塗装が終わったらさらに取り付け脱着工賃でお金がかかってくるので、パーツの代金と塗装取り付け工賃で合わせると余裕で10万円超えてくると思います。それなのに今回僕がスズキで買った純正サイドアンダースポイラー、これまさかのパーツ代金、塗装代、脱着工賃、取り外したパーツの引き取り工賃、全部含めて何ぼしたと思います？これまさかの全部で 66,660 円でした。6が多すぎる気しますが、内訳はこんな感じで、部品代金が 54,000 円、技術料が 6,600 円、それに消費税が乗ってトータル 66,660 円。社外パーツだとここまで安い値段で塗装から取り付けまで6万円で済むこと絶対にないので、鈴木純正のパーツが一番コスパいいと思います。見た目も普通にいいし、劣化したミ塗装樹脂の巨大パーツを全部丸ごと外せて、そこに皿の新品パーツを付けるので、見た目がだいぶ変わりますね。1型のスイスポでも全く問題なく装着できますし、2型からの人はもちろん付きます。いろいろなメーカーから純正のミ塗装パーツを活かした被せ
するタイプのサイドスカート出てますが、やっぱり純正の未塗装樹脂があると 100% そこだけ劣化して汚くなって、塗装してるところは綺麗なのに未塗装のところが白く劣化して汚くなって、そこだけ見た目悪くなるので、もしサイドアンダースポイラーの購入を検討している方は、個人的には今回の鈴木純正みたいに丸ごと外して交換するタイプか、完全に下地の未塗装が隠れるようなサイドスカートがおすすめですね。スイスポ買った当初はそんなに劣化しないやろとみんな思うんですが、オフ会行ったら全員が未塗装樹脂の劣化について文句言ってるので、これは間違いなく劣化します。個人的に乗ってて気になる未塗装樹脂の劣化ポイントですが、第1位がフロントグリーン。ここも何も対策しないとめちゃくちゃ白くなるので、定期的な未塗装樹脂コーティングは絶対にした方がいいです。意外と自分の車って毎日見てるので、そんなに劣化してないやろと錯覚しはる人が多いんですけど、一度未塗装樹脂のコーティング塗ってからナンバープレート外してみると、ビビるぐらい何もやってないところが白くなってるの分かると思うので、ぜひ一度やってもらえたらと思います。僕の場合、リアのドアの未塗装樹脂は劣化しすぎて手遅れになって何しても元に戻らなくなったので、セカンドステージさんから出てるピアノブラックのパーツ貼り付けて、今では未塗装の劣化に悩むことゼロになりました。ここ以外にはこのセンターのところやドアミラーのところなど、見えるところの未塗装樹脂はほぼ全部カバーできるパーツがセカンドステージさんから買うことできますが、サイドスカートは大きすぎてまだ発売されてないですね。なのでまだスイスポ納車したてで手遅れになってない方は、未塗装樹脂のコーティングを定期的にやってあげると劣化を遅らせることは可能ですが、おそらく多くのオーナーが手遅れになってると思うので、最終手段としては僕みたいに丸ごと外して交換するか、上から被せて完全に見えなくするのがおすすめです。ちなみに一度未塗装パーツをなくし出すと、結局全部の未塗装パーツを交換したくなってくるので、財布と相談して決めてください。それぐらいスイスポオーナーは未塗装樹脂の劣化に悩まされているので、スイスポ納車されたら早めに未塗装樹脂のコーティング剤は買った方がいいですね。最近動画にしたんですが、ドイツのコッホケミーという未塗装樹脂とタイヤにも塗れるコスパ最強の未塗装樹脂タイヤ保護剤が日本でも発売開始になって、これまではワコーズのスーパーハード一択だったかと思いますが、これからはコッホケミーの PSS が一番コスパいいです。ワコーズのあれは容量少なくて値段もまあまあ高いし、塗れる箇所は未塗装樹脂だけなんですが、コッホケミーのこれは1リットル入って約5000円ぐらい。さらに液剤がめっちゃ伸びて、そんなに一度に使う量も必要ないので、これ1本を買っておけば数年は余裕で使えます。概要欄に洗車専門店のプロが PSS の使い方を解説している動画を載せておくので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。今回のサイドスカート以外にも、スズキからはリアに貼り付けるパーツも売ってたりと、正直純正パーツが見た目結構いいんですよね。同じようなのがモンスタースポーツからも出てますが、鈴木純正はコスパもいいし取り付けもやってくれるので、とりあえず迷ったら無駄に高い社外パーツにせんと純正でいい気がしますね。あと言い忘れてましたが、純正パーツなんで注文してから3日で届いて1時間ぐらいで取り付け終わったので、無駄に数ヶ月待たされることもないです。それも純正のメリットかなと思います。僕が人生で一番失敗した買い物のこのリアスポイラーは、買う前の営業トークでは1ヶ月ぐらいで届くと言ってたけど、結局1ヶ月で届かなくて、数ヶ月待ってからやっと届いた経験もあるし、そもそも社外パーツは届くまでにまあまあな時間かかるので、待てない方にとっても純正はおすすめですね。スズキのカタログに載ってる以上に実物の見た目がよろしいので、スズキ純正パーツありだと思います。いよいよ新型のスイフトも出て、いつまで現行の ZC33S が買えるか知らんけど、新型スイフトも普通に街で見かけるようになったし、いつも通りなら新型スイフト出た1年後に新型スイスポが出るそうなんで、出るとしたら今年の末とかですかね。ちなみにサイドスカート取り付けの時に新型スイフトに試乗しましたけど、めちゃくちゃ運転しやすくなってて、内装も現行よりはるかに良くなってたんで、もし次期スイスポが出るなら乗り換えもありな気もしますが、この見た目の ZC33S が下手したら今年で終わりになるかもなので、迷ってる人は早めに買っといた方がいいような気もしますね。もし見た目が33よりも良ければ乗り換えもあるかもですが、新型スイフトのヘッドライトとボンネットが結構癖強めなんで、次期スイスポを買うかどうかは見た目次第なところありますね。ということでおすすめのコスパ最強のサイドアンダーガーニッシュのご紹介でした。スズキのお店に行けばサイドアンダーガーニッシュ売ってるので、気になった方はスズキのお店まで行ってください。また紹介したおすすめの未塗装樹脂保護剤とセカンドステージのパネルの動画は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ詳細を見てもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。